皆さんこんにちは、あかねです。今日は日本の朝食について話します。朝食は何を食べるかは個人の自由ですね。家庭環境や住んでいる場所、そして個人によって全然違います。今日私が話すのは日本人の友人に聞いたり、アンケート調査を見たり、新聞で調べたことを皆さんにシェアします。まずはじめに、日本では外で食べるよりもうちで朝食を食べる人が多いです。早朝からやっているカフェももちろんありますが、朝ごはん専門のお店というのは日本ではとても少ないです。では日本人がどんな朝ごはんを食べているか紹介します。意外だと思われるかもしれませんが、あるアンケート調査では 50% の人がパンと回答したそうです。で、これは私も友達に聞いてパンと答えている人がとても多かったですし、私もよくパンを食べます。そして私の母も、パン、特にトーストですね、トーストを食べることが多いです。時間がない朝だからこそ簡単に食べられるパンはとても食べやすくていいと思います。もちろんパン以外にもいろいろなものを食べます。例えばご飯、味噌汁、魚とか目玉焼き、ソーセージ、サラダ。もし果物だったらバナナ、リンゴ、みかん、他にもヨーグルトやシリアル、そしてフルーツジュースを飲む人もいます。いろいろなものを食べると思いますが、意外と多いのがパンです。次に外国人の方に時々聞かれるのが、日本人は朝食を毎日食べない人が多いのかという質問です。これに関してはある新聞でこのような記事がありました。2019年4月21日の日本農業新聞の記事です。これは動画を説明しているところ、概要欄にリンクを貼っておきます。20代、30代で週に4日以上朝食を抜く人の割合、朝食を抜くというのは朝食を食べないという意味です。この割合は 26.9%、 つまり4人に1人の割合で週に4日以上朝ごはんを食べていないそうです。実は私も仕事がある日、平日は朝食をほとんど食べません。これは社会人になってから習慣になりました。なぜかというと、社会人になったばかりの頃は毎朝満員電車に乗っていました。朝食を食べてから満員電車に乗ると本当に気持ち悪くなってしまうんです。もっと早く起きればいいとは思うんですけど、5時とか5時半に起きるのはちょっと苦手なので、私は朝食を食べないっていう選択をしました。ちなみに日本では会社で朝ごはんを食べる人は本当に少ないと思います。私も以前は一般企業で働いていましたが、朝自分のデスクで机で、例えばコンビニで買ってきたおにぎりを食べたりサンドイッチを食べたりという人はいますが、本当に少なかったです。だいたい皆さん家で食べるか、もう究極の選択肢として食べないという方も多いと思います。あとは時間に余裕がある人はカフェに行ってコーヒーとパンを食べるという人もいるかもしれません。最後に、これは朝食だけとは限らないんですが、よく外国人の方から毎日味噌汁を飲みますかという質問をされたので、ちょっと私のツイッターでアンケートをしてみました。日本人の方に味噌汁を飲む
頻度を聞いてみました。こちらがその結果なんですが、毎日と答えた人が 24%、週に1回という人が 17%、週に2回から3回という人が 34%、月に1回またはそれ以下、つまりほとんど飲まないという意味です。そういう方は 25% いました。で、この回答者は全部で29名です。なのでそんなに多い数ではないんですが、このような結果が出ました。私も週に2回から3回です。なので毎日飲みませんし、私の場合は夕飯の時に飲むことが多いです。味噌汁は朝食に飲むとは限らないですね。朝飲んでも昼飲んでも夜飲んでもいつ飲んでもいいものです。はい、今日はこんな感じで、日曜日にやったライブの内容を動画にしました。もし日本人の方がこの動画をご覧になっていたら、ぜひ朝食を食べるか食べないか、そして食べるのであればどんな朝食を食べているか、ぜひコメントで教えてください。そして日本語を勉強している皆さんも普段どんなものを食べているかや、その国の朝食の特徴があればぜひコメントで教えてください。今日はここまでです。ありがとうございました。バイバイ。いつも私の YouTube を見ていただき本当にありがとうございます。ここ1週間でチャンネル登録者数が5000人以上増えました。こんなことは今までになくて本当にびっくりしています。もしシェアしてくれた方がいらしたらぜひコメントで教えてください。本当にありがとうございます。コメントも今すごくたくさん書いてくださっていて、全てのコメントに今返信できていない状態です。本当に申し訳ないので見ていただけるだけで本当に十分です。もちろんコメントしてもらえたら本当に嬉しいんですが、皆さんもあまり無理して書こうとしないでください。そして私もコメントの返信ができないので、そこは本当にすみません。今後はライブ中心でやっていきたいなとは思っているんですが、 YouTube でたびたびライブのトラブルがあるみたいなので、ライブもやりつつ時々動画も作っていきたいなと思っています。本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。バイバーイ。